菅内閣として来月以降、観光客以外については日本人、外国人を問わず検査をしっかり行った上で、できる限り往来を再開していく方針で臨みます。14日間の隔離が、必須ということで一応理解をさせてもらってるんですが、違反してしまった場合のリスクについて念のため確認をしたくてお電話したんですが、14日間待機が守られなかったということが、その方の国に知られると。こんにちは、大輔です。朝日新聞のリーク記事から早かったですよね。日本政府としての入国制限緩和の公式発表。皆さんもニュース見られた方多かったんじゃないでしょうか。本日は進む入国制限の裏で気になるルール違反者のお話です。今回の入国規制は皆さんご存知の通りですね、コロナの感染拡大を防ぐ水際対策としての措置であることは明白なわけでして、それに相反して隔離措置などを無視して出歩くなどのね、ルール違反によってウイルスが再発したなどのことがもし起こったらですね、また逆戻りにもなりかねないっていうね、心配な一面があるわけですよね。別にこの2週間隔離が好きでずっと課せられたいっていうね、人はいないんじゃないかと思いますけど、ただしですね、世界中から集まってくる外国人の皆さんおよびですね、もちろん我々が海外へ行った時にも守らねばならないルールっていうのはあるわけですよね。そんなこんなで今回は2週間の隔離措置などのルールに従わない違反者、一体どうなってしまうのかについて深掘りをしていきたいと思います。本日のラインナップはこちらです。1、電話で厚生労働省に聞いてみた。2、海外の違反事例、ハワイでは逮捕者200人以上。3、日本政府が課すであろうルールを予測していきましょうというね、この3本立てになります。それでは参りましょう。1、厚生労働省に聞いてみたという話ですね。厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口というものがですね、ありまして、僕自らですね、こちら電話で聞いてみました。14日間の隔離が、必須ということで一応理解をさせてもらってるんですが、違反してしまった場合のリスクについて念のため確認をしたくてお電話したんですが、14日間待機が守られなかったということが、その方の国に知られると、その国でまた問題になったりとかですね、あとはその検疫所長の対応によるところもありますので、その所属企業が報道されたりだとか、再入国をするときに止められてしまう可能性があるというような考え方になりますかね。そういったところでお困りになってしまう可能性もありますので、聞いたのはね、以下の3点になります。外国人が2週間の隔離措置を破ってしまった場合どうなるのか。日本人が帰国した時の2週間の隔離措置破ってしまった場合と、同様の扱いなのか、もしくはね、外国人だからという理由で法的に特別なことはあり得るのかという点ですね。最後に、今後2週間の隔離措置が解除される見込みは立っていますかというね、質問をしてみました。それぞれどういう回答であったのかっていうのをお話ししていきたいと思います。まずですね、一番最初の質問、外国人が2週間の隔離措置破ってしまった場合にね、どうなるのかっていうことを質問したところ、回答としてはね、法的な罰則規定は存在しないということでしたね。ただし、最終的には検疫所長の判断でペナルティとなる可能性もあるよということでしたね。例えば、当人ですとか、所属組織の名称が報道されてしまうよというね、可能性があるという点。あとはね、再入国ができなくなってしまったりだとか、もしくはね、その所属組織からの入国要望っていうのが、その後棄却される可能性があるというね、こういったところは影響がありそうなところということでした。
次にですね、日本人が帰国した時のこのね、隔離措置、日本人が破ってしまった場合と同様の扱いなのかどうかという点、外国人だからという理由で何かね、特別なことはありますかというね、質問をしてみたところ、結果的にはね、日本の法律としては違いはないということでしたね。日本人だからとかね、外国人だからっていうようなことは法的にはそこの区別はないということでしたね。ただし相手国との関係もありますんでね、最悪国際的な問題に発展しないとも限らないという、こういったところでした。これは相手国の中で何かしらの罰則がないとは言い切れないということだと理解しています。その方がね、その自国に戻った後に自国の政府から何かしらのペナルティを受けてしまう、そういった恐れがあるという点ですね。あとは現在敷かれているレジデンストラックなどの継続性、こちらに、ね、影響があるのかもしれませんよね。なんでね、これ絶対推奨で、されないようなこう違反は、しちゃいけないということですよね。次ですね、今後2週間の隔離措置解除される見込み立ってるのかという質問に対しては、残念ながらね、今のところ明確な時期については申し上げられることはないという回答でした。この最後の質問はダメ元で聞いてみたんですけど、さすがに答えはなかったです。ということで次行きましょう。丸2。海外の違反事例。ハワイでは逮捕者200人以上というお話です。3月下旬にハワイ州がですね、この規則を設けて以来、逮捕された違反者というのはかなり多いと言われてるんですよね。7月時点で200人をマークしていた。こういう報道ありましたので、9月が終わろうとしている現在っていうのは、おそらくですね、300人近くになっててもおかしくはなさそうですよね。本来であれば、ハワイに入国する際に、空港で隔離場所の報告ですとか、健康申告書、これをね、提出しますので、そちらに従って2週間の待機っていうのは最低限必須であるわけなんですけど、守らない方も一定数はいるみたいですよね。現地の情報をいろいろ調べますと、以下のような感じみたいです。食事はルームサービスまたはデリバリーのみ可能。外食ですとか買い出しは NG ということですね。レンタカーを借りることはできません。宿泊代ですとか食事代、これもちろん自腹ですよね。違反をすると本当に逮捕されるのかという点に関しては、これされますということですね。先ほどお伝えした通りです。違反者はさらされてしまうのか、これ全員かどうかわからないんですが、イエスだと思いますね。ハワイのメディアでも実名報道されてしまってますし、顔写真付きのケースっていうのは多いですよね。メディア公式アカウントでツイッターにも流れるということですからね。この違反っていうのはどういうふうにしてバレるのかというね、このハワイの例見るとですね、大体は職務質問だとか、あとはね、ホテル従業員からの通報であったり、住民からの通報、電話での確認したところ、外出してるとかね、あと訪問してみたら、いなかったとかね、ソーシャルメディアに投稿することでは発覚など、いろんな理由があるみたいです。で、これ違反するとどうなるかっていうことなんですけど、ハワイではですね、最高5000ドルの罰金、なんで50万円程度ですね、の罰金が課せられる可能性があるということと、あと、もしくは懲役1年以下の罰則ということがありますので、だいぶ厳しいですよね。で、強制送還されるのかというところは、今のところそのような事例は報道では見当たっていません。将来のハワイ渡航に影響があるのかという点ですけど、これはね、十分にあり得るんじゃないかと思いますよ。将来に入国拒否されないためにも、ルールは守るべきだと言えるでしょう。では最後のお話いきましょう。丸3。日本政府が課すであろうルールを予測していくお話ですね。それにしても今週水曜日に速報が出てからですね、日本政府の公式発表まですぐでしたよね。特に菅総理からの直接の入国制限緩和のコメントがありました。こちらですね。感染状況が落ち着いている国、地域からの長期滞在者を主な対象とした新規入国の枠組みで、これまでビジネスに限定していた入国者を留学生や家族滞在者にも拡大する。世界各国からの入国者も一定の要件で順次認める。10月1日から実施するということですね。で、この前後でですね、加藤官房長官からも記者会見がありまして、入国制限緩和に関して触れられていました。緩和と感染防止を両立する形で検討していくというね、こういった内容が語られてたわけなんですね。そしてこれに続く形で厚生労働省の田村大臣からもコメントありましたよね。こちらです。感染者が入国するリスクはあるので、きちんとした体制の下で検査し、一定期間感染していないことを確認した上で活動してもらうという実効性を担保するために一定のお願いをしなければならない。お願いが守られない場合には、例えば受け入れ側の事業者の名前を公開することもあるし、悪質な場合には他の関係者が入国するときに遠慮してもらうこともあり得るということですね。
厚生労働省というのはこの検疫ルールをですねどの程度まで課していくのか、これを決めていくにあたっての重要な組織になりますので、この最後のね田村大臣、厚生省の田村大臣からのコメントっていうのは結構重いものがあると思いますよ。おそらくこちらの対策というのは高い角度で実施されていくと見ていいんじゃないでしょうか。健康フォローアップによる日々のヒアリング、違反者が出た場合は所属する組織の名称の公開、個人の場合にどこまで公開されるのかっていうのは不明ですけども、これ十分にあり得ます。違反者が多発する組織のブラックリスト化、すなわち入国受付の禁止ですよね。レジデンストラックの詳細説明には健康フォローアップについての記載がありますし、厚生労働大臣のコメントにもありますんでね、こちらについては確実な実施してくるものと推測されます。その反面で逮捕ですとか罰金については現行の法律でどこまで取り締まれるのかについては明確なものはね、僕の方でも確認ができていないんですよね。ハワイをはじめとして他国と比較した時にやはり日本は強制力が弱いと言わざるを得ないのかもしれません。これがねいいのか悪いのかについては賛否両論があるものと思いますけども、一旦ね今分かっている事実だけを皆さんに報告をさせてもらいましたということです。どう思われましたでしょうか。本日の報告は以上になります。今後もですね、日本政府の動向、特にどこまで強制力を効かせてルール設定をしてくるのか、はたまた2週間隔離が解除されるタイミングっていうのが一体いつぐらいになっていくのか、随時皆さんと一緒にウォッチをしていきたいと思います。特段の用事があってですね、どうしても海外渡航、または日本への入国が必要になる皆さん、渡航先の国のルール、しっかり守ってまいりましょう。それでは良い週末をお過ごしください。大輔でした。Say hi first. Say hi. How is it? How is it? By the way, it's like a good view, Daichen. Like the sunset. The sunset.